9時13分起床、早起き、やめました。世の中には5時起きの動画が溢れています。形から入る僕は一時期、それが正解だと信じて必死に早起きしようとしていました。でも、やめたら、むしろ習慣が続くようになったんです。おはようございます。モブログです。大手で働く29歳、朝だけ弱い、でも止まらない。1% だけというポンコツ地味な努力で理想の生活へ向けて毎週ルーティンを投稿しています。今日は早起きをやめてから気づいた変化をこの3日間のルーティンと一緒にお見せします。今週もよろしくお願いします。なぜ早起きをやめたら習慣がついたのか。理由はシンプルで失敗のハードルを自分で上げていたからだと思っています。5時に起きられなかった日、僕は今日はもう終わりだと思っていました。朝のルーティンが崩れた瞬間にその日一日を諦めていたんです。でも8時に起きてもいいと決めた日から起きたらじゃあやるかとエンジンがかかるようになってきたんです。完璧な朝じゃないとダメはただの他人との比較だと気づきました。起きた時間がスタートでいい、それだけでなんか心が楽になったんです。劇的な変化じゃなくても 1% だけ頑張ってみる、そんな感じに緩くやってもそのうちでかいことできるんじゃないか。まあ知らんけど、ただ朝起きた時にこっからスタートする、それで良い、それだけで自分は変われる可能性があると思います。ということで今日もランニングお疲れ様でした。帰路の途中に待ち受ける謎すぎる状況。4月は新生活の季節、いろんな場所で新生活の兆しを見ることができます。誰か新生活始めたここで。名探偵コナンなら明らかにここから事件起きるだろうという妙だなという状況ですが、ここは米花町じゃないので近接ルーティンに戻ります。急に飛来した花粉でプロテインをこぼしそうになりながらプロテインを体に流し込んでいきます。この韓国のプロテイン、サクサクのチョコパフが入っていて本当に美味しいです。でも高いので次は買えないなこれ。ということで作業していきたいと思います。よし、準備が整いました。ノーハンドで扉を閉めれるというちょっとした特技を披露しつつ、ここからは勉強を始めていきます。ちょっとした頭の体操。正直土曜日ですよ。たまりにたまった映画も見たい。でもやりたいこともある。こういう時ナルトの多重影分身を使いたくなります。あれ経験値まで集約できるらしいんで。でもまあ 1% だけ9時に起きた日でもこれだけはやると決めています。今日はなんだかんだ2時間ぐらい集中して作業することができました。ちょっと気づいたんですが、今日は特にしっかり寝た分集中力が明らかに違う気がしました。無理やり起きていた頃より頭が動いている感じがします。早起きをやめたら習慣がついただけじゃなくて質が上がっているかもしれないです。無理は良くないね。昼ストイックに生きる男は勉強だけでなく遊びも本気です。ということで服を着替えていきます。すっかり春で本当に暖かくなりましたね。こういう薄いシャツやニットベストを着れるようになったのは最高です。気分の上がる服を着替える。お気に入りの服から栄養を摂取する。これは人生においてつくづく私のエネルギーになっている気がします。あまり目的もなくブラブラします。外に出て歩く。実際問題、これがもう正解みたいなもんです。家で過ごすのが大好き。石の下にいるタイプの人間、つまり私モブログなんですが、そんな私でも外に出るだけで心晴れやかな気分になります。人間って結局自然の生き物なんだなと思います。今日頑張ったもののみが得られるもの、それは何でしょうか。そう、とっておきのディナーです。予約していたフレンチのお店、ちょっといいおしゃれなお店に来るとなんか自分へのご褒美感があって好きなんです。別に毎週来るわけじゃないんですが、でもたまにこういう日があるから平日も 1% だけ頑張れる気がします。あとこれだけ皆さんにお伝えしたいと思います。全部うますぎるあまりの美味しさに気を失っていたらもう夜ですね。ということで本日はナイトルーティンで締めたいと思います。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。ということで仕事皆さんお疲れ様でした。現在時刻こちら。今から料理を作りたいと思います。2日目は夜の部から始めます。早起きをやめて夜に活動することが増えたので、その分今日は帰宅後のルーティンをお見せします。まずは夕飯を作っていきます。今日はナスを使った簡単豚しゃぶ的な料理。以前はいかに早く寝るかしか考えていなかったので、
自炊する気力もなかったんですが、今は夜に余裕があるのでちゃんと作れるようになりました。財布にも優しい。外食は高いですからね。早起きを目指さないからこそ起きた変化だと思っています。あと今日も飯がうめえ。ご飯を食べ終えたら今日も京都で仮想の作業部屋へ。ちなみにこの後3日間過ごしてみて分かった習慣が続く本当の理由をお話しします。先週から始めているオンライン自習室にログインして席に着きます。基本的にぼっちの僕にとって画面の向こう側で人知れず頑張っている人がいると思えるだけで燃料爆発です。25分集中して5分休む。この淡々としたリズムが夜の集中力を底上げして崩壊しかけた僕の日常をつなぎ止めてくれます。私は夜型の人間なんだろうなと思います。早起きを頑張っていた頃はこの時間帯に罪悪感がありました。もう寝ないといけないと思いながら作業する夜は全然集中できませんでした。でもやめてからこの夜の時間は集中して物事に取り込める、地道に進める自分だけの時間になりました。ということで今日も無事このように限界が来てしまいました。こういう日は即座に撤退するのが吉と出ます。今日もしっかりナイトルーティンをこなします。このルーティンは今日すっきり終えるための儀式と化しています。29歳、今年はもう30歳。肌の乾燥が気になりいたしました。しっかりとスキンケアをして髪を乾かして寝る。それが明日のルーティンを充実させてくれる基礎かもしれません。ということで今日もおやすみなさい。3日目、8時起床です。1日目より1時間早く起きなければと思うよりもずっと気持ちの良い目覚めです。早起きを目標にしていた頃は5時に起きられない自分を責めていました。ですが今は起きた時間がスタートです。強制じゃなくて体のリズムに任せる。8時でも9時でもそこからやればいい。ということで今日も始めていきたいと思います。今日はあいにくの雨でした。ランニングコースには人はほとんどいません。まあ私は雨を避けながら走れるので問題ありません。いて雨で滑って大怪我しました。という冗談は置いといて、以前の自分なら今日はやめていたと思います。起きるの遅かったし、まあ雨だしと2つ言い訳を並べて当然のように戦略的撤退です。でも今日は自然と走りに来れました。朝を目標にしなくなってから余裕が生まれた気がします。自分のペースを考えた結果、言い訳の材料が減ってきているといういい兆候かもしれません。あと最近走り方も変えました。ずっと走り続けるんじゃなくて歩きを混ぜる。息を上げすぎない、自分のペースで進む。それだけでずっと続けやすくなりました。ということで帰り道、新生活の季節とはいえ1日目から思わぬ進展がありました。洗濯機のみならずソファー。いや完全に新生活始めようとしてませんやん。いやソファーの前にこれ冷蔵庫も必要だよね。という謎のアドバイスを入れたい衝動を抑えつつ、私はルーティンへ戻りたいと思います。プロテインを飲んだら今日もバリバリ仕事を頑張っていきます。無事今日も仕事を終えたら束の間昼休みの時間です。昨日つけておいた鶏胸チャーシューを解凍しつつ昼飯を作っていきます。鶏チャーシュー本当にたまりませんな。昼ご飯を食べ終えたら洗濯物を干していきます。これをしてると毎回昼休みが終わってしまうんですが、明日全裸で世界中を駆け回るわけにはいかないので、当然今のうちに干しておかなければなりません。終わりました。私の昼休み。ということで仕事頑張っていきたいと思います。頑張るぞ。おい。ということで本日もお疲れ様でした。仕事を終えたら今日も自炊をしていきます。とてつもない速さで野菜を切っていったらカラカラの体に良い栄養を与えるため、今日は野菜炒めを作っていきます。これはこの後夜のルーティンを全力で走り出すための準備。今日という日をただ疲れた日で終わらせないために栄養を詰め込む夜のルーティンへフルスロットで突っ込むモブ人間の夜、ここからが本番です。ということで頑張っていきたいと思います。自分で作ったオンライン自習室にログインし、即ポモドーロをセット。画面の向こう、名前も知らない誰かが努力している気配をガソリンにしてひたすら思考を回します。今夜向き合っているのは YouTube のデータ分析。明確な正解が見えない霧の中から仮説を立てて一つ一つ数字で立証していく地味で孤独な作業です。でも正直この答えのないパズルが面白くて、僕は発信を続けられているのかもしれません。疲れたら適度に領域展開をして体勢をリセット。29歳大手勤務の夜、
数字の中に明日へのヒントを探していきます。ということで今日もバッチリ集中して作業ができました。そろそろお風呂に入りたいと思います。今週もお疲れ様でした。3日間やってみて分かったのは、早起きをやめたことで習慣が続いたんじゃなくて、今日の自分が動ける時間帯に無理なく積み重ねるという考え方に変わったことが本質でした。単純ですが、こう考えるだけで行動力が増えたと思います。今後もこんな感じで自分なりのペースで皆さんと並走していきます。大手で働く29歳、僕の日常は続いていきます。ということで、また来週お会いしましょう。おやすみなさい。